ちが今年の9月に発売されたばっかりの DJI Neo っていうドローンで、こっちが今年の4月くらいに発売された DJI Avata 2っていうドローンなんですけど、この2つのドローンはですね、両方ともゴーグルをつけて飛ばすタイプの、これね FPV のドローンとして使うことができるんですけど、今回はこの2機種をちょっとね比較していきたいと思います。まず大きさが全然違いますね。ネオはアバタのほんとね半分くらいの大きさしかなくて、重さもアバタ2は 377g、 ネオは 135g しかないので、ほんとねアバタ2の約3分の1くらい大きさが全然違います。アバタ2はマニュアルモードで飛ばした時の最高速度が 27m/s で、ネオの方は 16m/s。ネオはアバタ2の半分ちょっとくらいのスピードしか出せないということになっております。最大飛行時間がアバタ2は23分、ネオの方が18分。あとはイメージセンサーがアバタ2は 1.3 分の1インチセンサーで、ネオの方が2分の1インチセンサーを搭載しているので、アバタ2の方が少し大きいセンサーを搭載していて、レンズも 35mm 換算でアバタ2が 12mm、 ネオの方が 14mm っていう画角になっているんですけど、実際飛ばしてみるとアバタ2の方がすごい広角に感じますね。本当に 2mm の差なのかなっていうくらいすごい広く感じます、アバタ2の方が。撮影する時のカラーモードはアバタ2が D-Log-M での収録ができて、ネオの方は D-Log-M とかシネライクとかそういうのは搭載されていなくて、標準のモードのみっていう風になります。で、解像度がアバタ2が 4K60fps まで、ただアスペクト比がそれは4対3の時なので、アスペクト比を16対9にすると 100fps まで収録することができます。で、ネオの方は 4K は 30fps まで、フル HD だと 60fps の収録が可能になっております。あとネオとアバタ2の飛ばし方にはすごい差があるというか、ネオの方がすごい飛ばし方が豊富なんですね。で、アバタ2は完全にFPV ドローンとして発売されているので、こっちのゴーグルとコントローラー、これで飛ばさないといけないというか、これでしか飛ばせないんですけど、ネオの方はもちろんこのゴーグルとコントローラーでFPV のドローンとしても飛ばすことはできるんですけど、こっちのコントローラー、こうやって iPhone で今までのMavic 3とかと同じような感覚で飛ばすこともできるし、で多分これね DJI Neo の一番の売りだと思うんですけど、なんだったらこの iPhone も使わずに自動でこう手のひらの上から離陸と着陸をして勝手に撮影してくれるっていうモードもあります。あと一つ気をつけないといけないことがありまして、ゴーグルとの送信機なんですけど、アバタ2と一緒に発売されたのがゴーグル3と FPV コントローラー3なんですけど、これは必ずセットで使う必要があるんですね。っていうのも、アバタ1が発売された時に同時に発売されたのがゴーグル2と FPV 送信機2なんですけど、僕今送信機の2だけはあるんですけど、アメリカ行った時に DJI アバター買って、でアメリカ行った時だけ飛ばし遊んでたんですけど、で今ちょっとねゴーグル2はないんですけど、ゴーグル2と送信機2はこれもセットで使う必要があって、どういうことかというと、じゃあアバター2を買いました、ゴーグル3やります、で手元に FPV のこのコントローラー2がありまして、このセットで使えるかというと使えないですね。3は3同士でしか使えなくて、2はこう2同士でしか使えないっていうのがどうやらあるらしくて、で僕最初 FPV コントローラー2持ってたんで、3は別になくてもいいかなと思って接続しようと思っても全然繋がんなくて、よくよく調べたらそういうことらしくって、そしてアバター2は3のセットと
2のセットが両方使えるんですけど、 DJI Neo の方は3のみでしか一緒に使うことができない。だからゴーグル2と送信機2を持ってっても、DJI Neo では接続することができないということらしいですので、これも頭の片隅に入れといた方が購入検討している方はいいかもしれません。あとですね、これから FPV のドローンをフルマニュアルで飛ばしたいっていう方は必ずシミュレーターで練習してから飛ばした方がいいと思います。っていうかそうじゃないとね飛ばせないはずなので、僕も一番最初に買った FPV なんだっけ DJI FPV か、昔のねでっかいやつ、あれも初めて飛ばす前にシミュレーターでどれくらいやったかな、2、3ヶ月くらいはずっと練習してシミュレーターでそれから初めてフルマニュアルで実際に飛ばしたんですけど、意外とねシミュレーターとほとんど同じ感覚で飛ばせるので、シミュレーターでの練習はした方がいいと思います。DJI からもDJI なんだっけバーチャルシミュレーターかなっていうアプリが出てて、で僕もそれすごいやってて、でそれに加えてアンクラッシュドっていう FPV のねシミュレーターがあるんですけど、それも結構やりましたね。なんかそっちの方が内容が楽しかったので結構そっちをずっとやっていたんですけど、なんか値段もねなんか10ドルとか15ドルとかそれくらいだった記憶があって、そんなに高くはないので練習する方はアンクラッシュドっていうのもね結構面白いのでおすすめです。これが実際に DJI Neo を飛ばしてる時に自分がゴーグルで見てる映像なんですけど、飛ばしてて感じるのは結構ね頑張って飛んでくれてるんだなっていうのを感じますね。多分風に煽られてるんだと思うんですけど、上下左右に結構ね機体が揺れる時があります。例えて言うなら軽自動車とかで高速道路を走ってるみたいな感じですね。これが実際にドローンで撮影した映像なんですけど、ブレ補正スタビライズは全てオフの状態で撮影をしております。というのもジャイロフローっていう名前の無料のソフトウェアがあって、それでブレ補正をするっていうのがこの FPV ドローンの世界では当たり前なので、僕もそうしております。今の映像がジャイロフローを使った後の映像になるんですけど、もうめちゃくちゃスムーズな映像になるので FPV の映像を編集するときはジャイロフローっていうソフトウェアがもう必須になっておりますね。これがアバター2を操縦している時の映像なんですけど、やっぱりねスピード感が全然違いますね。これがジャイロフローをかける前の映像なんですけど、やっぱりねパワーがあるからなのかすごいね風に煽られるっていうことがなくって、かなりね安定して飛ばすことができますね。これがジャイロフローをかけて D-Log で撮影していたので色を元に戻した映像ですね。こうやって見比べると操縦してる時の安定感とか、あとスピード感、あとやっぱ画質の綺麗さですね。こういうのは全体的にアバター2の方が性能が上のような感じがします。ちなみにこの日は NEO もアバター2もカメラのアングルは25度に設定してあります。もっとスピードを出したい時はカメラの角度をねもっと45度とかにすればいいんですけど、スピード上げるとクラッシュする確率も上がるので、カメラのアングルはほどほどにでいいと思います。これは DJI Neo を普通のコントローラーで 4K で撮影したものです。1080p で撮影した時より断然画質が上がるので Neo で撮影する時は 4K に固定でいいかもしれないです。ということで僕がこの2つのドローンを使い分けるとしたら、おそらくすごいがっつり綺麗に映像を撮りたいなっていう時はもちろんアバター2を持っていくんですけど、そうじゃない時はネオでもいいかなっていう時はね結構あると思います。っていうのもアバター2を持っていくっていうことはこのコントローラーとこのゴーグルも必ず持っていかないと飛ばすことができないので、
これはもうセットなんですよ。でバッテリーも1個じゃ絶対足りないので、絶対ってことはないんですけど必ず持っていきたいので、このセットを持っていくっていうことになるんで、これ結構そこそこ場所も取るし重いので、ただそれがネオになると、これ単体でも飛ばせるし、iPhone とつなげればそこそこの距離も飛ばせるし、でこのコントローラー、これもそんなに重くはないんですけど、これとセットでこれだけ持っていったら、普通に Mavic 3とかと同じぐらいの距離も飛ばせるし、でバッテリーもめっちゃちっちゃいし軽いしで、フルセットでもこれくらいの差があるので、使い分けるんだったら僕の場合はそういう感じになるかなと思います。なんだろうね、例えて言うならインスタグラムでリールをすごい綺麗にちゃんとしたのを撮っておきたいってなった時はアバタ2で、リールは作んないけど、ストーリーくらいはいっぱい載せたいなっていう時はネオで撮ったやつをストーリーにあげるとか、なんかそういう感じになるんじゃないかなと思いました。ということで以上アバタ2と DJI ネオの比較でございました。はい。